はいどうも、フランスガイド中村です。今ですね、バスチーユ駅にいます。これ地下鉄の駅前ですね。こういう風にカフェがねびっちりとこういう風にありまして、非常に賑わってます今。そしてこれをぐるーっと回ってですね、ここに大きなロータリーがあるんですけども、ここの分かりますかね、銀の大きな建物ありますね。これがオペラバスチーユ、今オペラをやっているパリの大きな劇場ですね。そしてオペラバスチーユのすぐ近くには、これちょうどね車がたくさんいて逆光ですけどもロータリーになっていて、そしてここに大きな塔があります。これがバスチーユの真ん中にある記念の塔ですね。はい、こんな感じのところなんですけども、バスチーユといったら非常にね賑わっているところなんですが、裏道がね実は非常にたくさんある場所でもあるんですね。今車の音とかねすごいうるさいと思いますが、これね裏道に入っていくと急に静かになるんです。本当にね、そこにはなんか別の世界につながっている入り口なんじゃないかっていう感じなんですよね。でここがカフェがあるでしょ。そしてほらこの隣もカフェがあるじゃないですか。しかしこのカフェとカフェの間にクール・ダモアイエって書いてある、実はここがね裏道になっているんですよ。ということで今日はバスチーユの裏道に皆さんを案内したいと思います。ほら一気に雰囲気が変わってきたでしょ。いきなりほら南仏の世界って感じじゃないですかこれね全部藤なんですよ。気持ちよさそうですよね。今ねちょうど夕方の6時半で、みんなね仕事が終わってこれからちょっと食事前に一杯飲もうかみたいな感じ。バスチーユはもともとはですね職人たちの町だったんですね。ですから職人たちが工房を構えていたようなこういうね裏道がたくさんあったんです。だからほら見てください、これ井戸とかねまだ残ってるんですよ。井戸がある、井戸というか泉ですね。そしてその上にはちょっと見えるかな、あそこにはマリア様がいるんですね。ズームマリア様、こんな感じ。そして今ではねほらおしゃれななんだろう、これ何売ってんだろう、カバン屋さんですね。おしゃれなねお店がいっぱいあったりとか、あとほらこういうめちゃくちゃおしゃれなカフェかなこれ。でもこの辺はねかつては職人たちの工房だったんだけども、今すごいおしゃれな人たちがこういうところのオフィスとか使っていて、建築事務所とかねそういうのが多いんですよね。あそこなんて藤のトンネルになってますよ。本当に飽きないですよね、こういうところねずっと。ここも何かのお店になってますね。そしてねここねすごいいい匂いがするんだけど、こうアトリエ・ドゥ・トレファクションって書いてありますね。これね今すごいいいコーヒーの匂いがしてるんですよ。これ中見るとねコーヒー豆とか焙煎の機械とかがいっぱいあって、これ全部コーヒーのね焙煎の専門家とかのお店ですね。コーヒー豆とかコーヒー入れるセットとか、あと焙煎自分でセレクトしてカスタマイズしてできるんじゃないかな。
ここがねギャラリーになってます。そしてここで終わりなんですね。ですからね、またここを出ると、いつものバスチーユ、ガチャガチャってしたバスチーユに戻るってことなんですよ。はい、ここでまた現世に戻ってきましたって感じなんですけど、こういうふうにね、裏道になっているところがあって、裏道に入るだけですごいね、全然もう雰囲気が違うって感じになっていくんですよね。ではね、今度はね、対照的にバスチーユの中でも最も盛り上がっている、フランス語で言うとアニメっていうんだけど、飲み屋街に皆さんをお連れしましょう。まっすぐ行くとね、飲み屋街なんですよ。ラップ通りと言います。この辺はですね、バスチーユといったらもうフランス革命という感じなんですけども、フランス革命の前はここはね、一番初めはサンタントワーヌっていう修道院があったんですよね。でその修道院に自治が認められて免税対象になったんです。で免税対象になったので、ここにアーティストたちがいっぱい集まってきたっていう、そこでここがね、家具職人とかそれ以外の職人たちの界隈になっていったっていう流れがあって、ほらすごいガチャガチャしてるでしょ。先ほどのとは全然違うじゃないですか。そしてここがね、ラップ通りって言って飲み屋がずらーっと並んでるとこなんですよ。パリに来るとほら、こういう石畳の道ってすごいいいですよね。なんかパリに来たって感じ、パリの下町に来たって感じがする。こういう下町とかね、こう石畳が残っているところっていうのは結構ね、古い道だったりするんですよね。だからね、この道分かるかな、映像で一番上がね、膨らんでるんですよ。道の真ん中が高くなっていて、そして端に行けば行くほどへこんでるんですよね。そうするとほら、例えばこの建物の上からトイレしたやつとか汚い水とかゴミとかそういうのビャーって言って道にね捨てても雨が流してくれたりするでしょ。ちょうどこれ上向きましたけどね、このねバラジョって書いてあるこのお店、これはねすごい昔からあるディスコテック、ダンスホールで、ここがね非常に有名なお店なんですよ。この辺はオーベルニュ地方といって、フランスの真ん中ぐらいにあるね地域、そういう人たちがこういう集まって中心になって作ったって言われている界隈なんですよね。でね、そこのオーベルニャ地方っていうところはもう本当に山しかないようなところなんだけど、そんなこと言ったら怒られちゃうな。そこのね音楽とかをアコーディオンだったっけな、そういうものを使って踊れるようにしたっていう、かなりね、早い時期からのダンスホールですよ。伝統あるダンスホールって感じ。でここではねもう7時に近いですから、お酒を飲み始めてる人たちがいるっていう感じですよね。でここ見てください。ここねパッサージュ・ルイ・フィリップって言いますけども、またこういうねちっちゃい小道があるんですよね。でこういうね小道のことをパッサージュって言います。小道とか、あとよくねパリでパッサージュっていうとアーケード街のことを言ったりするんだけど、屋根があってね、で左右にはお店がたくさん並んでるようなね。けどねパッサージュっていうのはフランス語の普通名詞で、これは普通の小道とかね、そんな感じのことを言います。でここね、私の友人を教えてもらったんだけど、ここはなかなかいい感じの飲み屋らしいです。ビストロ・レ・サン・キュロットと言います。キュロットっていうのはパンツのことですね。でかつて革命時代には貴族が履くパンツのことをキュロットって言ったんですね。サンっていうのはこれはなしでっていうことなんで、貴族が履くようなズボンを履いていない人たちっていうことですね。つまり革命派の人たちのためのバーだよっていう、そういうことになってます。さすがねバスチーユなんで、もうここはもう革命派の人たちがいるって感じ、にぎわってますね。すごい若者とかねたくさんいる。でこれずっとこのまま進んでいきます。ずっと飲み屋街です。
ほらたくさんあるよね。でこのままねずっとこの道を進んでいきます。ここもね行ってみればそこまで、ね、幅が広い道じゃないからパッサージュっちゃパッサージュなんだけど、パッサージュって名前はついてないよね少なくとも。ほらこういうさ、下はこういうなんか中華料理かな、ベトナムって書いてあるかけど、ほら上にはなんかかつてねあったアコーディオンかな持ってるの、ああいう昔の看板が残っていたりするんですね。はい、ということでここがね、ラップ通りというところです。なんか書いてある。なんかこういうねフランスの建物にはこういう石板っていうのかな、そこに結構いろんなものが書いてあって、昔ここに誰々が住んでいましたとか、ここでこの建物で亡くなりましたなんてことがねよく書いてあるんですよ。さあ次は私たちはねここです。シャロンヌ通りってとこに入ってきました。ここもねすごくにぎわっているところですよね。これねもうちょっと暗くなってくるとさらに盛り上がるような場所になってきますからね、まだほら夕食にはちょっと早すぎて、そして夕食前のね軽く飲もうかっていう人たちでにぎわってる感じですよね。これがもう9時とか10時とかねなるとすごいにぎわってきますよ。でもっとねもう深夜ぐらいまでずっとにぎわってるところですから、ここはこういうねストリートアートみたいなのもパリにはたくさんありますよね。ここはまたパッサージュって看板に書いてある、読めるのかな。そしてほらこの下にはね女性のストリートアートですよ。これがここにもたくさんカフェがあって皆さん楽しく、ね、食事とかおしゃべりなさってますけど、ここでね見てください。ここ本屋さんになってるんだけどね、この本屋さんずっと奥に続いているんだけども、この本屋さんの隣がまたパッサージュになってるんですよ。はい、わかります？パッサージュオムって書いてあるんだけど、これ普通にねこの道があるんだけど、ここのほらこの入り口なかなかこれ入りづらいでしょ。けどこれを入るとまた別世界に行くことができるんです。郵便受けこれもねこの住んでる人たちがいるんですね。ほら全然違う世界に入ってきたでしょ。これが裏道の面白いところじゃないですか。でここにねなんかすごい面白そうなおもちゃ屋さんみたいなのがあるんだけども、実はこのおもちゃ屋さんは先ほどの本屋さんとつながっています。雑貨みたいなものもね売っていて、非常にかわいい本屋さん兼おもちゃ屋さんになっています。ちょっと遅い時間でもあるのであんまり人がいないですよね。ここもねやっぱりいろんなアトリエとかになっていますよ。ちょっと今シャッター閉まってしまってるけど、ここは建築家のねアトリエとかギャラリーとかね、そういうものがたくさんあります。でかつてやっぱここね職人の町、職人の界隈だったわけあって、建築家事務所なんだけども当時の装いを残しているなんてとこもあって、これガレージって書いてあるじゃない、でこの隣茶色いなんか寂れた工場みたいになってるんだけど、これはね中はすごいイノベーションされていて、現在は建築事務所になっているんだけども、当時の工場のねその雰囲気をそのまま残したりしてるんですよ。ほら看板を見ると椅子がかけてあるじゃないですか。だからここ家具工房だったってことだよね。でこの辺はね家具職人がたくさんいたんですね。だからこれ家具職人の町なんですよ、バシーユっていうのは。あと鍋とかそういうのを作る職人たちもたくさんいたんですけどね。でねこのねパッサージュロンムっていうのは私が今入ってきたところは開いてるんだけど、出るときはねこうやって扉が閉まっているんですよ。
どうしよう、これ戻んないといけないのかなって思ってしまいますが、実はね開けるボタンっていうのがちゃんとあってですね、ほらポートっていうのはこれ扉ってことです。これをパチッそしたらピーって鳴ってるでしょ。鳴ってるうちに出るんですね。よいしょ。はい、出ることができました。そうするとね、またこういう裏道に出ます。はい、じゃあこの裏道を飛んだちょっと続けていきましょう。パッサージュ・デ・ラ・ボングレーヌっていうところ、ちょっとここからね行きましょうか。そしたらまたここね、またちょっと大きな道に入ってきたんだけども、はいね、大通り、大通りってさ結構車が多かったりしてうるさいよね。だからちょっとねまた別のところに入っていきましょう。あ、ここ信号ないんだな。ルドル・ロラン通りです。うわー、見てください、これすごい綺麗な、超綺麗なお花屋さん。なんかパリって感じですね。ほらすごい綺麗。めっちゃいい匂い。すごい花のいい匂いがする。そしてまたこんなところにほらパッサージュパリのね大通りを行って並木なんていうの、並木道じゃなくて街路樹歩くっていうのもいいんだけど、こういうさ裏道っていうのを選びながらパリを散策するっていうのも非常に面白いですよね。ここはね劇場です。子供用の人形劇するとこですね。マリオネットの広告なんかもあります。はい、このまま進んでいきましょう。バスチーユとは思えないですね。バスチーユって言ったらね、もう本当にガヤガヤってしてるところなんだけど、ここはちょっと全然違います。こういうところってなかなかなんていうのかな、難しいんですよね、見つけるのがけどね、もしねこういうパッサージュとか見つけたらぜひ入ってみてくださいよ。そっちの方が面白いじゃない。こういうストリートアートとかもね、こういうところにあります。天使かな、これは。天使っぽい感じだけど風船で飛んでます。正面にはブランジュリーパン屋さんがありますね。さあこのまままた大きな道に出ていきましょうすごい音だけどさ、これパッサージュって基本的にこういう石畳なんで結構ね歩くの大変。ヒールなんかできちゃうと大変なことになっちゃうね。ルドルドランに来たので今度はこっち側に行きます。そこにねまた公園みたいなのもありますね。フォブ・サントノーレ通りです。でほら見えます、この女性たち歩いてるけどさ、その先になんか十字架が、緑の十字架チカチカ光ってるじゃないですか。あれはね薬屋さんなんですよ。でその手前ほらここのレストラン、これねいつもね激混みなんですよ。ここすごいでしょ、並んでる。イーストママンっていうんだけど、ここはね
イタリアンなんですよ。イタリアレストランで名物がね、トリュフスパゲティ、トリュフパスタ、一緒でしょ。めちゃくちゃね、いつもこれで並んでますよ。でここがね、その隣がまたパッサージュになっているんですね。このね、パッサージュのこうやって食べることができて、ほら先ほどのレストランの席です。ここがパッサージュ、食べることができるパッサージュ。ここからね、レストランの中とかもちょっと見れたりするんですよ。はい、ということでまたね、気を取り直してパッサージュ探索、裏道探索です。ちょっとね、夕食時になってきましたね。はい。でこんなとこにもやっぱりおしゃれなお店がありますね。もう本当にボンジュール。でね、ここがですね、ボア・シャルボン・ヴァン・リキュールって書いてあるんだけど、飲み屋なんですよね。今日ね、ここすごい古いとこなんですって。ボアっていうのは木のこと、薪ですね。でシャルボンっていうのは石炭ですから、まだ電気とかなくて、その薪とか石炭で部屋暖かくしていた時に、その薪とかをね売ってた、そういうお店だそうです。で同じぐらい古いのが見えるかな、このラミピエール、お友達のピエールさんっていうアンシャン・ホブトゥって書いてあるじゃないですか。ホブトゥっていうのはね、これは骨継ぎ師っていうの、接骨師のことですね。何か捻挫とかしちゃったら、こういうところで治療してもらえた飲み屋なんだけどね、そういうね、昔の歴史を感じるようなカフェなんかがこういったところにあります。さあ進んでいきましょう。ちょっとね、ここからパッサージュってあんまりなくなってしまうんだけども、他にもねパッサージュたくさんあるんだけど、私が行こうとしているところはあんまりねパッサージュを通らないんですけども、この先にあるね、アリーグル市場っていうところまで今回は行きたいと思います。あ、ほら、なんかテラス作ってるじゃないですか。作ってるのかな、作り終わったのかな。今コロナウイルスとかでね、臨時でちょっと広めのテラスを作ってるんですよっていう風になっているので、こういう風に作ってますね。すごい大きな犬がいる。でなんかここにねいっぱい旗が立ってますけど、これオベルズ・ジュネスとかユースホステルですね。こんなところで泊まるのも悪くないね。ほらまたここにカフェあったけど、この左の道に席があるじゃないですか。コロナ前はこんなことやっていけなかったんだけども、コロナ後っていうのはこういうことをやっていいんですよね。建物の中で営業する方が危ないっていうんで、できるだけ外で営業しようということで、外にね席を出すっていうことが可能になっています。またね大きな通りに通ってきました。この道を渡りましょう。パリの街にはああいう風にインベーダーが至るところにいるんです。インベーダーアプリっていうのがありましてね、なんかそれで捕まえてコレクションできるっていう、そういうアプリもあるんですけど、私の携帯にも入っているんですが、その携帯今撮影に使っているんであんまり集めてもないんだけど、さあ渡りましょう。ここはフォブール・サントノレ通りですね。あれさっきも通ったっけ。
なんかパリっぽいビストロですよね。そしてここのねコット通りっていうところを行きましょう。はい、いやみんなねちょっとお酒を飲んでる時間。壁にはストリートアート、パリっぽいな。こういうねパリ散策する時なんていうのは石畳のところをぜひね選びながら行くとなかなか面白いことができるかもしれない。これなんか私適当に行ってそうだけどね、これかなり考えてもう何回も何回も歩いてこのルート決めてるんでそう簡単にはねできないんだけど、あ、すごい綺麗なお花屋さんですよ。ほら、腹減ってきたな。あ、ミシュランの一つ星のお店がありましたね。なんていうところだろう、ビフチュスっていうところですって。どれぐらいするんだろうね。メニューが85って書いてあるよ。お、すごいよここ。すごい。こうやってるよ。すごいね。あの人でもこうやってる人なんだ。ボンジュール。Il n'y avait pas de responsable comme le poste, il a été créé avec moi. Moi, je ne sais pas faire. Logo? Non. すごいね、こうやってますよ。À la librairie, à l'école. Vous savez le faire? Oui. Ouais. Je connais la tête. Ça, c'est populaire en France? C'est plus populaire que dans pas mal de pays d'Europe, mais c'est pas aussi populaire qu'en Asie. Il a demandé à ce qu'on s'abonne à Comment, qu'est-ce qui vous fait apprendre le Go? Comment vous avez rencontré le Go? Moi, c'était il y a très longtemps avec un animé japonais. Hikaru no Go? Ouais. Ah, j'ai lu aussi. J'adore. Il y en a pas mal maintenant, en ce moment c'est AlphaGo. D'autres c'est des amis, des parents. Moi, j'ai commencé à apprendre un petit peu Go avec Hikaru no Go, mais j'ai arrêté après. Ok. Merci beaucoup. Non, moi j'ai continué. Ah, très bien. Bon séance alors. Au revoir. すごいね、Goやってましたね。で、ここがね、ちょっとね、もうここは時間が過ぎちゃってるっていうか、なんかもうちょっとしたら人がいっぱい出てくるんだろうけど、ちょっとね、今ちょうど休憩時間みたいな感じの中途半端な時間になっちゃいましたね。で、ここに見えてきたのが、はい、わかります？角にね見えてきたのが、これが市場なんですよ。はい、ここですね、常設市場。さっきねちょっと私なんか撮影していたんですけど、どうだろう、もう終わっちゃったかな。で、常設市場の前に市場先行った方がいいんだけど、ここすごい盛り上がってるでしょ。このバロンフージュっていうところ、ここはねまた有名な立ち飲み屋なんですよ。もうそういうのがいっぱいあってね、どんだけお酒強くてもまだお酒あるみたいな。はい、このね市場の近くにもこうやってテーブルが出ていて、多分こっちにもカフェがあるんだけど、このカフェのテーブルが出てるのかな。そしてこのね、ほら、ここに常設市場があって、はい、これがマルシェボボって書いてありますね。ここがねパリで最も古い常設市場なんですが、中入ってみましょう。
入り口にはねもういきなりこうやってお魚屋さんかなさあみたいな、パリで一番古い市場って、美味しそうだね。ソーセージが吊るされていた。これ本当に美味しいです。ソーセージサラミみたいな感じなんだけど、で惣菜がいっぱいあります。でここはなんかまたカフェですね。コーヒーを焙煎している感じの。そしてなんかイタリアンの食材店ですね。またここにはお肉屋さんがあってソーセージとかが釣ってある。この真ん中にはねこういった噴水じゃないや、なんだろう、泉があってですね、水が使えるようになっています。そして、ここも魚屋か。フランスっぽいね。なんかほら牡蠣とかが売ってますよ。1ダースが13ユーロ。これはノルマンディー産って書いてありますね。1ダース12ユーロだから1個1ユーロぐらい。1個1個120円ぐらいか。これがねコックって言ってアサリみたいなやつで、こっちはハマグリみたいな感じのやつですね。あんまりよく知らないんだけど。でほら見てくださいよ、ここフロマージュってすごい美味しいんですよね。フランスのチーズってね、ものすごい量がありますよ、こういうところのチーズって本当に美味しいですからね、本当に綺麗、でも見てるだけ楽しいですよね。なんかね、いろんな美味しいチーズありますよね。日本で買うとねものすごく高いから、もしねフランス来たらねチーズとかもう絶対食べた方がいいし、持って帰れるのかなチーズって。ここはお肉屋さんだけど鶏系ですね。鶏の丸焼きとかやる売ってますよ。ほらこっちはもう丸焼きになってるじゃん。で野菜とかかな。よし、じゃあ一回も戻りましょうか。はい、ということで今回はですね、バスチーユ、地下鉄のバスチーユ駅からこのアリーグル広場、マルシェがあるね、この後ろに、見えてるのがマルシェですけども、常設マルシェ、アリーグルマルシェまでの散歩道、裏道を通りながらねの散歩道を紹介いたしました。こんな感じでちょっと今回でトライアルでねどんな感じになってるかまだわからないんだけども、パリのね風景などを紹介していきたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。